競馬ファンの期待と緊張が府中のターフにも伝わり始めています。本命対抗、あなたの攻めの予想は何でしょう。競馬の醍醐味噛み締めて、天皇賞秋本馬場入場です。まずは1番最内枠、夏を越え秋の主役へ駆け上がる大阪杯の覇者ベラジオオペラには横山和生。2番最年長ダービージョッキー横山典弘、伝説の最敬礼松永幹夫、最強の2人はさらなる高みへバテンロースカイ。不屈の闘志、困難を乗り越えるステラベローチェには初コンビ佐々木大輔がまたがります。逆境がダービー馬を強くする松山康平が引き出すはカスティエーラの底力。仕事人岩田康成が磨き上げた進化止まらぬ6歳馬、札幌記念の覇者ノースブリッジ。不調を感じさせた宝塚、横山武史が信じ抜く皐月賞馬のポテンシャルソウルオリエンス。幾度となく日本を沸かせた逆襲劇場、ローデュース最後の秋、誕生はもちろんこの人、占領役者武豊です。目下8戦連続馬券圏内キングズパレス、エスコートは凱旋門賞ジョッキーアンドレアシュ・シュタルケ。函館の地で覚醒した快速逃げ馬鳳凰ビスケッツ、岩田未来のスタートに注目です。 G1 挑戦9回全てで前線ダノンベルーガ、凱旋門賞2勝の名手クリスチャン・デムーロが決め手を授ける。去年の秋天才に最も迫ったジャスティン・カレス、酒井隆成とともに天皇賞春秋制覇に挑みます。そして2歳女王牝馬三冠、いよいよ戦線復帰。牡馬を蹴散らせリバティアイランドと川田優雅。58歳周回統一挑戦し念願の夢舞台、自慢の先行力シルトホルト大野拓也。皇帝の血が帝王の血がうずく湧き立つレーベンスティールとクリストフルメール。桜花賞馬石のフラワーの品系がこの大舞台で花開く。ベロサンク西のレブラントと田辺博信。以上天皇賞秋15頭本馬場入場でした。6万9000人を超える競馬ファンの思いが弾ける、そんなファンファーレが響き渡りました。1分55秒2、世界レコードの衝撃から早1年、新たな最強が間もなく生まれようとしています。三冠牝馬、グランプリホースをはじめ G1 馬6頭、そして覚醒を待つ帝王の血脈。さあ、天才の影を越えていけ。第170回天皇賞秋15頭です。さあ、最強の中の最強を決める難攻不落の秋の盾、スタートが切られました。ややばらついたスタート、西のレブラント後方から先行争いはベラジオオペラが行く、ベラジオオペラが行く。カスティエーラも前に行っている。そして外から鳳凰ビスケッツ岩田未来、さらにはシルトホルン。さあ、前はどの馬になるんでしょうか。オレンジ色の帽子リバティアイランドは先端を見るようなそんな形になっている。ローデュースは後方です。ローデュースは後方です。さあ、まずは先行争い9番の鳳凰ビスケッツの逃げとなりました岩田未来。そして外からシルトホルン、内を通ってベラジオオペラ、さらにはダノンベルーガが結構前にいるぞ。リバティアイランドは外です。そして内からはダービー馬のカスティエーラ。さあ、2番のバテンロース対横山典弘、
そしてさらにはキングズパレスがいて、間を通ってソウルオリエンス皐月賞馬、内からステラ・ベローチェ、そして春の王者ジャスティン・パレスは後方、その外にレーベンスティールとクリストフルメール、豪快帝王の孫はこの位置、内から5番のノースブリッジ岩田康成、そしてドーデュースは後ろから2頭目、後ろから2頭目、最高峰道のレブラント 1000m59 秒9、今年はそれほど速くないぞ天皇賞秋。9番の鳳凰ビスケッツ果敢に逃げている、未来を乗せてさあ大きな翼を広げるか鳳凰ビスケッツ、2番手追走シルトオルン、そしてその後ろにリバティアイランドオレンジの帽子ダノンベルーガも来ている、ドーデュースは後ろ、レーベンスティールも後ろ、直線を抜いた、さあヒヤヒヤになる直線コース、鳳凰ビスケッツ岩田未来残り400を通過、さあ後ろは届くのか、後ろは届くのか、1分57秒3、やはり速いタイムになりました。勝ち時計1分57秒3、最後のサンハラン 600m は33秒7という表示になっています。もうめちゃくちゃ嬉しいですね。鮮やかにドーデュース、これで2021年から4年連続の G1 制覇、これは史上7頭目の記録となります。そして武豊騎手、秋の天皇賞7勝目、秋の天皇賞の歴代最多勝記録の7に並んだことになります。管理する小口屋総長教師は秋の天皇賞初制覇、何度も何度もガッツポーズ、7番のドーデュース、そして今手を挙げた武豊騎手、今ホールが湧き上がります。東京競馬場、ドーデュースゆっくりと引き上げていきます。7番のドーデュース、朝霞ビューティリティステークス、日本ダービー、京都記念、有馬記念に続いて重賞は5つ目。やはり大舞台で見せてくれます武豊騎手。安田隆義元騎手が秋の天皇賞歴代最多勝騎手記録に並んだことになります。秋の天皇賞7勝目。やっぱ世界一やで。やっぱ発揮したら世界一やわ。すごい。でも大丈夫。泣いてくれましょうよ。心配やな。倒れてんちゃうかな。